この動画は日本語でナレーションされています。字幕は日本語または英語を選択できます。字幕の設定は動画右下の設定、字幕から希望の言語を選んでください。それでは、未来を予言する日記。第1章静かな街に届いた日記をお楽しみください。未来を予言する日記。第1章静かな街に届いた日記。佐伯陽介は静かな朝を迎えた。山間にあるこの町は季節ごとに風景が変わり、その美しさは一度住むと離れがたくなるほどだった。都会の喧騒から逃れ、この町で暮らし始めてもう3年が経つ。今や静けさに満ちた日々は彼にとってかけがえのないものとなっていた。町は小さく、住民はほとんどが顔見知りだ。ここでは誰かが道を歩いていれば必ず挨拶を交わす。商店街は活気に満ちてはいないが、足りないものがあるわけでもない。必要なものは揃っており、町の人々は互いに助け合って生きている。佐伯はかつて東京で名を馳せた探偵だった。数々の事件を解決し、その名は警察関係者やマスコミの間でも広く知られていた。しかし、ある事件がきっかけで彼は探偵業から引退を決意した。あの未解決の事件が彼の心に深い傷を残し、再び表舞台に立つことを避けるようになったのだ。おはようございます、佐伯さん。朝の散歩中、町の住民である田中慎吾が声をかけてきた。田中はこの町の古参であり、噂話に詳しい老人だ。彼の家は町の中心にあり、町の歴史を知る生き字引とも言える存在だ。おはよう、田中さん。今日はいい天気ですね。佐伯は笑顔で返事をしながら彼との会話を短く済ませた。田中は時折、町で起きた小さな出来事を長々と話し込む癖がある。佐伯は決して彼を嫌っているわけではないが、この静かな朝の時間を一人で過ごしたい気分だった。町を一回りして自宅に戻ると、ポストに一通の封筒が投函されていた。差出人の名はなく、ただ佐伯の名前だけが記されている。差出日もなければ、郵便局のスタンプも押されていない。不審に思いながらも、佐伯は封筒を手に取り、中に何が入っているのか確かめることにした。家に戻ると、佐伯はコーヒーを入れてから封筒をゆっくりと開けた。中には一冊の日記が入っていた。黒い表紙の古びたノートのようなものだ。中を開いてみると日付が記されている。それもこれから先の未来の日付だ。これは何なんだ？佐伯は思わず声を漏らした。その日記には未来に起こる出来事が詳細に記されていたのだ。彼の頭の中でかつての探偵としての直感が働き始める。日記の内容は一見何でもないような出来事ばかりだが、それがただの空想ではないという確信が彼の心に芽生え始めた。佐伯は引退してからなるべく他人の問題には関与しないようにしてきた。自分の静かな生活を乱さないようにするためだ。だがこの日記は何かが違う。あまりにも不自然であり、そして不気味でもある。誰がこれを送ってきたのか、なぜ自分のところに届いたのか。一息つき、佐伯は改めて日記の中身を確認した。そこには5月10日、町の中心で小さな事故が起こると記されていた。日付は明日だ。彼はしばらくそのページを見つめた。もしかするとこれはただのいたずらかもしれない。だがその可能性を否定する気持ちもどこかにあった。その夜、佐伯は日記のことを考えながら眠りについた。過去の事件の記憶が薄れることはなく、心の中にくすぶり続けている。そしてこれまで平穏だった日々に何か不穏なものが近づいているような予感があった。翌朝、
佐伯は街を再び歩いていた。昨日の日記の予言が頭の片隅に引っかかっていたが、あえてそれを無視しようとしていた。だが街の中心に差し掛かった時、突然車のブレーキ音が響いた。佐伯はその音に驚き、振り向いた。そこには車が歩道に乗り上げている光景が広がっていた。まさに昨日の日記に記されていた通りの事故だ。まさか本当に。佐伯の心臓が高鳴った。偶然だろうか。いや、そうではない。彼は再び日記を確認する必要があると感じた。そしてこの出来事が何を意味するのか、その真実を知るべく行動に移すことを決意した。佐伯陽介は前日の事故の要因をまだ感じていた。あれは偶然だと自分に言い聞かせる一方で、内心ではそう簡単に片付けられない何かがあった。日記に書かれていた通りの事故が街の中心で本当に起きたのだ。それがただの偶然だというにはあまりにもタイミングが正確すぎる。どうして？佐伯は朝食を済ませながら再び手元の日記に目をやった。ページをめくる手が少し震えていることに気づく。彼は探偵として数々の事件を解決してきたが、このような予言に関わることは一度もなかった。過去の事件では常に論理と事実の積み重ねで犯人にたどり着いてきた。しかしこの日記は彼のその信念を揺さぶるものだった。予言なんて馬鹿げている。だがあの事故は一体。彼は頭を振り、冷静さを取り戻そうとした。日記の内容が現実になるという現象に納得のいく説明をつけたいのだが、それがまだ見つからない。どこかにトリックがあるはずだと考えつつ、手元の日記をもう一度確認する。次に何が書かれているか。佐伯は次のページを開いた。そこにはさらに未来の日付が書かれていた。5月15日、今からちょうど5日後の出来事だった。5月15日、町の有力者須藤義明が命を狙われる。彼は日記の記述に目を見張った。須藤義明、この町の町長であり、長年にわたって権力を握ってきた人物だ。何度も選挙で勝ち抜き、彼の影響力は町の隅々まで及んでいる。強引な手法で町を仕切っている一方、地元住民に対する影響力は絶大だ。彼が命を狙われるとは一体どういうことなのか。須藤町長が殺される。佐伯はこの予言が現実のものであれば非常に大きな事件になることを直感した。町のトップである人物が暗殺されるというのはただごとではない。ふと佐伯は視線を外し、部屋の窓越しに町の景色を眺めた。まだ穏やかな時間が流れている。人々は日常を繰り返し、誰もこの不穏な未来を知らない。それがかえって彼の胸に重くのしかかるようだった。だがなぜ自分にこの日記が送られてきたのか。その疑問が次第に強くなっていく。佐伯がかつて探偵として活躍していたことを知っている者がこの町にいるとは思えない。彼は過去の自分の名声を捨ててここに引退してきた。過去の事件はすでに忘れ去られたと思っていたが、この日記はそれを否定するかのように目の前に存在している。佐伯は日記の差出人を突き止めるべく封筒の詳細をもう一度確認した。しかしそこには何の手がかりもなかった。普通の封筒であり、宛名は手書き、郵便局のスタンプもなく、どうやって彼の家に届けられたのかもわからない。まるで誰かが直接彼のポストに入れたかのように、全てが曖昧なままだった。その日、佐伯は町に出て須藤町長の周辺を調べることを決意した。まずは須藤が普段どんな人間関係を持っているのか、敵がいるのかどうかを探る必要がある。
誰が須藤を狙っているんだ。それともこれは単なるいたずらか。町の中心部にある役場へと足を運んだ。役場の建物はこの町の規模にしては大きく、須藤の存在感が町の運営にどれほど影響を与えているかが一目でわかる。玄関で軽く挨拶を交わしながら役場の中に入ると、事務員が手元の書類に目を通していた。佐伯は彼女に軽く会釈し、受付の窓口に向かった。すみません。町長の須藤さんにお会いできるでしょうか。受付の女性は少し驚いたような表情を見せたが、すぐに落ち着いた表情で答えた。申し訳ありませんが、須藤町長は今日は外出しております。午後には戻られる予定ですが、何かご用件をお伝えしましょうか。佐伯はその言葉に軽くうなずきながら状況を確認した。ああ、そうですか。いや、ちょっと町のことでお話ししたかっただけなんですが、特に急ぎの要件ではありませんので、また後日お伺いします。そう言って佐伯は役場を後にした。須藤町長に直接会うのはまた後の機会にしようと決めたが、彼の身に危険が迫っているかもしれないという考えが頭から離れなかった。次に佐伯は町の古参住民であり噂好きの田中慎吾に会うことにした。彼なら須藤町長に関する噂や情報を持っているかもしれない。田中の家は商店街を抜けたところにある古びた一軒家だ。佐伯がドアをノックするとすぐに田中が出迎えた。おや、佐伯さんか。どうしました。今日は何か面白い話でも持ってきたのかね。田中はいつものように笑みを浮かべながら佐伯を家に招き入れた。部屋の中には古い本や新聞が乱雑に積まれており、昔の新聞記事を切り抜いたファイルが机の上に散乱していた。いや、ちょっと聞きたいことがあってね。須藤町長のことについてだが、何か最近変わった動きがあったとか、誰かとトラブルを抱えているなんて噂はないか。田中は眉を潜め考え込むような仕草を見せた後、ふっと笑った。須藤さんか。まあ、あの人は長いことこの町のトップだからね。敵も少なくないだろう。けど、最近は大きなトラブルなんて聞かないな。ただ、田中は一瞬言葉を飲み込み続けた。昔のことならいくつか噂があるよ。昔、彼が町長になる前、商売で失敗して何人かの人を巻き込んだって話は聞いたことがある。その時はかなり揉めたらしいが、まあ、今は表向きには収まっている。けど、昔のことを根に持っている人がいてもおかしくはないね。佐伯はその言葉を聞き、何かが引っかかるような感覚を覚えた。須藤の過去に何らかのトラブルがあったことは疑いようがない。もしそれが今になって再燃し彼を狙っている者がいるのだとすれば。ありがとう、田中さん。その話、参考になったよ。田中に礼を言って家を後にした佐伯は再び手元の日記を思い出した。日記の予言はますます現実味を帯びてきている。だがそれが誰の仕業なのか、そしてその目的は一体何なのか、すべてはまだ霧の中に包まれている。その夜、佐伯は一人自宅で日記を見つめながら考え続けた。これまでの人生で彼は数多くの謎を解いてきた。しかし今回の謎はあまりにも異質だ。未来を予言する日記、そして町長を狙うという恐ろしい予言。このまま放っておくことはできない。彼は何か行動を起こさなければならないという強い責任感を感じていた。この町で何が起ころうとしているのか。佐伯陽介は手元の日記を再び開いた。これまでに経験したことのない違和感が彼の胸の中に根強く居座っている。須藤町長に関する予言が本当であるなら、
この町での生活は大きく揺るがされるに違いない。そしてあの事故の件が現実に起こった以上、今後の日記の予言も無視できるはずがなかった。どうすればいい？一人ごちたその言葉には、探偵としての理性と普通の町の一住民として平穏な生活を送りたいという感情が交錯していた。数々の事件を解決してきた頃の自分なら迷いなくこの予言を追い詰めただろう。しかし今の佐伯は引退した身であり、この町で穏やかな日々を送ることが何より大切だと感じていた。しかしそれでも彼の本能が警告を発していた。この日記に記された未来は無視すれば取り返しのつかないことになるかもしれない。彼の中に残る探偵としての直感がそう告げていた。その日も佐伯は街を歩いた。昼下がりの暖かい日差しが街を包み、住民たちはいつも通りの生活を続けている。人々が忙しそうに働く姿や商店街で買い物をする姿が見える。見たところ何の異変もない。町長が命を狙われるという不安にとらわれているのは今のところ佐伯ただ一人だ。この町にそんな不吉なことが起こるのか。彼は無意識に日記をポケットの中で指でなぞった。まるでその存在がすぐ近くにある運命のように感じられたのだ。商店街の角を曲がると新聞記者の日比野真理が立ち止まって携帯電話で話をしていた。彼女は佐伯よりも一回り若い40代前半の女性だ。マリはこの町で数少ないジャーナリストであり、地方紙の特派員として働いている。彼女の鋭い感性は過去にも町のさまざまな問題を記事にしており、特に政治や権力に関わる事件に敏感だ。佐伯さん。彼女は電話を終えた後、佐伯に気づき、笑顔で手を振りながら駆け寄ってきた。彼女の姿勢にはいつもながらの強い自信がみなぎっている。こんなところで会うなんて奇遇ですね。どうかしましたか？最近何か面白い話でもあるんですか？彼女の目は好奇心に満ちていた。新聞記者としての職業柄、常に新しい情報を探しているのだ。佐伯はしばし答えをためらったが、彼女には信頼を置いていた。町の住民とは一線を画すような彼女のジャーナリストとしての鋭い視点が時に有益な情報をもたらしてくれることもある。実は少し気になることがあってね。今はまだ詳しくは話せないけど、この町で何か不吉なことが起こるかもしれない。マリはその言葉に興味を惹かれたようだったが、すぐにその表情を引き締めた。彼女もただの噂話や根拠のない憶測には乗らない性格だ。何かの事件ですか？町長に関係する？佐伯は驚いた。まだ何も言っていないのに、マリがすでに町長に関することだと察していたのは偶然だろうか。彼女の観察力はやはり鋭い。なぜそう思うんだ？マリは肩をすくめた。いや、最近町長の周りが騒がしいっていう噂を耳にしたんです。地元の政治家として影響力が強いからいろいろな話が出るのは当然なんですけど、どうもこのところ外部からの圧力が増えてきているらしいんです。彼女の言葉に佐伯は予感が的中したように感じた。マリが聞いたその噂が日記に記されている予言に直結しているのかもしれない。だがまだ全てを明かすのは早い。ふむ、なるほど。そういうことならもう少し様子を見てみる必要がありそうだな。そう言って佐伯はその場を離れようとしたが、マリが追いかけてきた。何か掴んでいるんじゃないですか？佐伯さんが何かに気づいているなら教えてくださいよ。事件の匂いがするなら私も協力しますから。彼女の言葉には決意があった。佐伯は少しだけ迷ったが、まだこの状況について完全に把握できていない以上、今は慎重に動くべきだと考えた。まだ確かなことは何もないんだ。
何か掴んだら話すよ。ありがとう、マリさん。そう言って彼はその場を後にした。マリは少し不満げな顔をしていたが、それ以上追求することはなかった。その日の午後、佐伯は自宅に戻り、日記のページをめくった。次の予言が記されているかどうかを確認するためだ。そしてそこで目にしたのはさらに衝撃的な未来だった。5月20日、町の広場で爆発事故が発生する。その一文は彼の胸を大きく揺さぶった。町長の命を狙う予言の次に、今度は爆発事故という大規模な事件が予告されている。もしこれが現実となれば、多くの町民が巻き込まれることになるだろう。まさかこんなことが。彼は頭を抱えた。次々と日記に記される不吉な予言。それがただの冗談やいたずらであるならどれほど気が楽か。しかし前の事故が現実に起こった今、日記に書かれていることを無視することはできない。彼は再び何か行動を起こすべきかどうか考えた。だが爆発事故などという大きな事件をどのようにして防げばいいのか、その手がかりすら見つけられないでいた。翌日、佐伯は再び街を歩いた。日記の存在は彼の心を重くしていたが、普段の生活を装いながら情報を集めることを試みていた。彼は自分の足で歩き回り、街の小さな動きを観察することが重要だと感じていた。だが今のところ何の異変もないように見える。商店街を歩いていると、再び須藤町長の噂を耳にした。近くの店主同士が小さな声で話しているのが聞こえたのだ。最近、須藤さんのところに誰か来てるらしいよ。東京の人間らしいけど、どうも怪しいって話だ。そうか、あの人、権力が強いから、誰かに狙われてるんじゃないかって噂もあるけどな。その会話に、佐伯はすぐに反応した。須藤の周りで東京から来た人物、それが事件につながる手がかりかもしれない。彼はすぐに町役場に向かい、町長の様子を探ることにした。役場に到着すると、佐伯は再び受付の女性に声をかけた。町長にお会いできるでしょうか。本日は面会の予定が詰まっておりまして、東京からの重要なお客様が来ているようなので、しばらくお待ちいただけますか。その言葉に佐伯は一瞬心臓が止まる思いだった。やはり須藤の周囲で何かが動いている。それが日記の予言とどう結びつくのかはわからないが、何か大きな陰謀が進行しているのは間違いない。彼は待合室で待ちながら、これからの行動をどうすべきか頭を巡らせていた。町長に直接会って話を聞くべきなのか、それとももう少し情報を集めるべきなのか。しかし時間は限られている。その時、遠くから須藤町長の笑い声が聞こえた。彼は依然として自信満々な態度で権力を誇示しているように思えた。だがその背後には確実に何かが迫ってきている。それだけは確かだった。このままでは間に合わないかもしれない。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回、この日記の謎はさらに深まります。そして次の予言が現実になるのか。佐伯の前に新たな証言者が現れます。街を揺るがす真実と交錯する予言。その先に待つのは一体何なのか。第2章、予言と現実が交錯するをどうぞお楽しみに。